どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。今ですね、古の大廃墟にいますの入り口ですね。今回はパート61、パート60の続きということになりますね。前回はパート 60.5 ということで、パート60の、ちょっと戦いがですね、あまりにもお粗末だったんで、ちょっともう一回やり直したいということで、再戦という形でね、番外編ということで出させてもらったんですが、今回はとにかく、パート60の続き、この古の大廃墟でボスの古の魔物というボスと戦った後、あるところに行きました。そしたらイベントが始まって、ペルソナとかいうやつとね、戦うことになったんですよ。ただ、古の大廃墟のここのボス、古の魔物との戦闘で長引いてしまったんで、途中で終わらせてもらったと、一定のことだったんですよね。今現在は古の魔物を倒した後ということにはなりますね。だからもう一回その場所に行ってイベント見て、でペルソナっていうやつと戦っていきたいと思っています。でなんでここにいるかっていうと、その場所に行ってしまうと、すぐに始まってしまうんですよ、ムービーというかイベントがね。なのでここにいます。じゃあ行きましょう。行く場所はですね、ローマ同士の館、サラのイベントがあるんですよね。でトレハンメモのこともあったんで、パート60で、行きましたね。パート60の後半から、ここがお母さんの生まれた家なんだね。お母さんよく懐かしそうに話してたなということね。そうでもなんだか怖いねと。バカしょうがないでしょそんなのと。ごめん、クックちょっとあれかな、マックのこと失礼だと思ったのかな。いいのよ、その通りだもの。昔はもっと綺麗にしてたんだけどと。ねえ、ちょっとだけ中に入っていい？昔書いた詩の歌のノート、詩のノートがどこかにあるはずなの。ただのノートだけどリルムが初めて歌ってくれた詩だからちゃんと持っておきたいの。このゲームで何回か出てる、登場してる歌というかね、うん、あの歌でしょうね。今まあちょっと今歌えないけどさ、いつもその曲ってクックとマックが人を助ける時に歌ってますね、大体ね。賛成、私も探しに行く。あれ今1個前読んだっけ？うん、まあいいか。いいでしょうカイム。ああそうだなと。うん、今のカラスの演出も細かいね。うん、でまたイベントがね、そういえばもう魔物がいないね。前いっぱいいたのに。負の感情に引き寄せられる魔物、昔そういった者たちの話を聞いたことがあります。うん、そうね。そう、私の思いが彼らを集めてしまった。そしてみんなを傷つけてしまったというのが、メインストーリーでしたね。ちょっとパートいくつかもう忘れましたけど、だいぶ前ですね。そしてサラを解放して、そしてサラが初めて仲間に入ったっていうことがここのローマ同士の館でありましたね。トスカの村から行った時だっけな。うん、そんな風に考えてはいけませんわ。もう魔物はいない。それはあなたが負の感情にとらわれていない証拠です。その通りね。みんなのおかげで今私はこうしていられる。今私がさっき言ったことですね。みんなには本当に感謝しているわ。うん。魔物はいないって言うけど、ここいます。前回ね、たまたま出てこなかったんだね。うん。なので、なんていうのかな。最初にこのローマ同士の館に来た時にね、なんかいろいろ敵から盗んだり、それからちょっと倒したいと思ってた人、プレイヤーが、まあこういう不気味な声が聞こえるんだけど、一定間隔でね、うん、思ってた人はまた戦えるので、エンカウントするので、それは大丈夫です。さてここへ進むと始まってしまうので先に説明したいと思うんですけど、まずこのメンバーで今回は行きたいと思います。今回はっていうかこの戦いね、いろんなことやりました。裏でね、ごめんなさい、裏でね、何回も戦いました。なかなか面白いやつです。
いろいろ考えられてる。でね、いろんな戦いをしました。なんですが、このメンバーでいきます。この2人は外せないんですよ。で、あと3人どうしようかって言った時に、今からね、行く場所ね、一歩入ると、ムービーみたいのがあって、その時にね、この2人も出てくんのよ。この2人がね。なので、流れ的にこの2人がいた方がいいかなっていうのもあるし、あとおばあちゃんの件もあるじゃない。サラのイベントなんだしさ、だからいた方がいいかなと思って入れました。本当はね、もちろんね、こういうのいた方がいいよ。もちろんね。なんですけど、あえてこれにしました。そしてじゃあ、あともう一人誰にするんだってなった時に、これが悩んだ。物理主体で行くことにしたんですよ。なので、セドにしたというのもあるんですが、もう一つ理由があります。それこの画面じゃないんで、ちょっとね、セドにね、最初からついてるこれ、それがこれ。この2つがあることによってセドを選択しました。これもこれも他のメンバー取得してるんでね、不死者4人全員、だから別にセドじゃなくてもいいんですけど、どうしてもね、セドじゃなきゃダメなんですよ。トルタンないから。さっき言ったみたいにクックマック、サラカイム、それをもう私の中で固定とするのならば、あと一人誰にしようかってなった時に、これが使えるからって思ったんですよ。確かにさっき言ったみたいに不死者4人これ使えますが、他にもやることがあるんですね。やることがあるんですよ。なので、これにしました。セドにね、しました。あとさ、こうやって実況撮ってる時さ、こういうのあると楽なんだよね。説明できて、これかっていうのもあるんだよね。これもあるしさ、あとこれね、もあるしさ、生かしてあるデータは私これじゃないです。生かしてあるデータは、セドはしょうがないいるんだけど、クックとマックの代わりにこれがいます。でそれ動画どこかこれ編集してくっつけておきます。それねまた違った戦いをしてるのでね、ちょっと見ていただきたいなと思うのと、ある特殊技それを使われる前に倒せたんで、それがちょっと自分としては貴重な映像だったんで、それを乗っけておきます。その時にはこれがいます。でセドはいるんだよね。本当はトルタに変えたかったんだけど、どうしてもうまくいかなくって、速攻勝負かけたかったんで、セドがいるっていう感じですね。この2人は抜けないけど、抜くことはできないですけどね。それでね、物理主体でいくんだけど、いつもみたいにケロノン使ってやるっていうのは、ケロノン技使ってやるっていうのは Mac だけにします。なので、パワーヒットは入れて、一応入れてあるのか。でもなしでいきます。ケロノンにはしません。普通に攻撃力上げて、カイム、マック、セド、そして普通に戦うでやっていきます。マックだけはパワーヒット使います。で状況によっては使わない。その時々によって変えます。それまたその時になったら説明します。それでやつの最も恐ろしい攻撃が、今から戦うやつね、ちょっと全部取れてなくて申し訳ないんだけど、これがありますです。これで確実に殺されてしまいます。いろんなこと試した。でもね絶対防げない。絶対防げないと思う。なのでこれを食らっちゃったらって意味ね。食らっちゃったら絶対に防げない。軽減することももちろんできないし、で命中率 100% なので、絶対に発動してしまいます。こっちが死んでしまいます。ただデスを防げる技があります。それが何かっていうとこれなんですよ。魔封じ。ただですね、これの使いどころもすごく難しくって、例えばこれね、下に魔法を無効化しますって書いてあるでしょ。でですって魔法なのよ。でね、他にもこいつ魔法を使ってくんの。でね、もしねですの前に使われてしまうと、そっちに反応し、例えばこれも魔法なんだけど魔封じをかけるじゃん。それでフォーセスが飛んできちゃうとフォーセスに反応しちゃうのよ。そうすると次のターンでこれを使われてしまいます。だからそういう運の悪さもある。だから分かんない最初はね。そういう感じ。ちょっとまたその時になったら言いますけど、それからあと表裏っていう特別な技がありますね。こいつにはね。こういうのっていうのはほら、いろんなねその敵によってね、
こういう攻撃があるのもわかるけど、特徴的なのはこれかな。この表裏っていうので、今これ表なんだけど、こいつね。裏っていうのと表っていうのだと、攻撃がまたこいつ違うんですよ。でね、攻撃違うんだなっていうだけだったらまだいいんですけど、表だと物理しか効かない、裏だと魔法しか効かない、っていう特徴もあります。でね、じゃあその逆を攻撃してしまったらどうなるんだって言ったら、全部吸収してしまいます。無効とかじゃなくて、ミスとか無効とかなんじゃなく、弾かれるとかなんじゃなく、吸収してしまうので HP が回復してしまいます。だから表裏をいつ使ってくるのかっていうのもある程度見極めないと、ほら、こいつの方が攻撃が早い場合が困るんですよ。そうするとこいつの後に行動順になったやつ、例えばサラとか誰でもいいんだけど、そうすると表裏を使われた後に行動順が後になってしまうと、たちまち吸収してしまうのでね。だからせっかく徐々に削っていった HP が元に戻っちゃうみたいな感じになっちゃうんで、下手するとね。だから気をつけなければいけませんっていう感じなんですよね。でね、さっきのですね、そうか、フォーセスも強烈なんだけど、他にもダークネスって強烈な魔法もあるんですけど、でね、そのダークネスっていうのは今取れてなくて申し訳ないんだけど、そのダークネスっていうのは表と裏で属性が変化するんですよ。表の時のダークネスは物理属性で、裏の時のね、さっきの顔がね、くる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 回転して表裏になったりするんだけど、裏のダークネスは、魔法属性なんですよ。だからあんまり発動しませんけど、表のダークネスはこういうことなんですよ。とこれね、例えばね、これで防げなくはないっていう感じなんですよね。ほとんど発動しませんけど、でね、裏のダークネスはこれ、発動しませんけど、なんかあまりにも命中率が高いのか、だからこれかこれってことですね。防御ブーストか魔法ブースト、そういう特徴がある技を持っていたり、表裏って技を持っていたりなんですよ。でね、今からもちろんやるんですが、デスがいつ来るかわかんない、必ずでもないですけど、3つのパターンずつ分かれてるんですよ、表裏で。まず表の時はダークネス、デス、フォーセス、その3つを駆使してきます。で、裏の時にはゼストーン、シャイラス、ダークネスで、もちろんデスっていうのも使ってくる場合があるんですが、これで遅らせたりすることが可能です。こういったものだったり、こういったものだったり、それでなんとか遅らせたりもするんですけど、デスは特殊技じゃないけどね、表裏っていうのが特殊技に多分該当するもんだと思うんだけど、だからスローンをかけると、表裏を使うターンが少し後回しになると、後に持っていけるっていう感じなんですけど、でそういったね、攻撃をいろいろ駆使して使ってくるんですが、最初はね、まだこっち強化しきってない時なんで、ほぼ死んでしまいます。フォーセスでもデスでも。ダークネスはなんとか耐えられる、なんですけど、死んでしまう確率が高いんですよ。でしかも前衛に飛んでくる可能性がかなり高い。なのでもう死ぬことを前提でクックをここに入れてやります。このメンバーだとね、クックが一番やることないんだな。あるよそりゃ、あるんだけど、誰が一番死なれたら困るかって言ったら、この4人なんですよ。で、誰が一番影響少ないかって言ったらクックになってしまうんですね。私が今からやろうとする戦術では、戦略だとそういうことになってしまうので、クックを戦闘で死んでもいいようにしてやります。ちょっと申し訳ないんだけど、クックはかわいそうなんだけど、なのでここにしてあります。うまくいけばいいよ、読みが当たれば。とにかくダークネス、デス、フォーセス、その3つのどれかが絶対に飛んでくるので、さてじゃあちょっとあとは行きながらね、それでね、戦い中説明できないとしたらこういう感じかな。この画面は説明できないから、組めないのでね、スキルを。だからこれはもうしょうがない、こういうことなんですよ。レベル34のクックはこういう感じ、レベル34のマックはこういう感じ、レベル38のセドはこういう感じっていうことですね、今現在はね。それからこれはこういうのを入れたり、そうだな、あとこれもね、そうそうでね、ダークネスっていうのはね、MB もごっそり持ってかれちゃうんですよ。なのでこれをつけてあります。他のやつもつけてもいいんだけど、
まあなんとかなります。パワーヒットを連発しなければね。でね、裏の時の攻撃なんだけどね、さっき言ったゼストーン全体石化攻撃、それから全体暗闇攻撃、これやられてしまうととてもじゃないけど戦えないので、無効をつけてあります。それからダークネスの負荷効果でついてる暗黒、それも無効にしたいのでつけてあります。でこれは暗闇はつけてません。なぜなら、暗闇は物理攻撃の命中率が下がるっていうことなので、FF と同じですね。暗闇ですよ。なので、魔法を放つさらには関係ない。だから暗闇になってても関係ないっていうことですね。クックもね。だけど暗黒と石化はやばいので、つけてあります。暗黒は何かって言ったら、そのターンは何も発動しませんけど、次のターンでいずれかの状態以上にかかってしまいます。ランダムで。例えば毒なのか眠りなのか恐れなのか、何かにとにかくかかってしまうんですよ。なのでつけてあります。で石化はもちろんゼストーン全体石化攻撃ですね。それ対策っていうことですね。あとはこういうのだったり、これもたまに発動するけどね。これは表の時のダークネス対策ですね。ほとんど意味ないけど、HP が810なんですけど今、結局これが入ってるからまだいいですけど、HP12 までなってしまいます。そうですね、ダークネス、デス、それからフォーセス、どれが飛んできてもクックは死んでしまうっていうことですね。それは読みが当たる時もあるよ。あるんだけどね。それは無理ですよ。その3分の1どれが来るかは。これリルムですね。顔がこうやっていくつかあるんだね。でもね、エイリアンみたいなくちばし尖ってるの、あれがね裏じゃないんだな。裏の顔はまたちょっと違うんだよ。で左側の今見えてる紫の左側のね、右も紫の目してるけど、左が表の顔なんだよね。ものすごい負の力を感じるわ。どうしてこんな魔物がここに。この力、この感じは悲しみ。まさか私が解放した悲しみがこの魔物をかもしれませんね。あの時解放したね。解放したのはクックとマックですね。悲しみもそうだし、怒りもそうだし、喜怒哀楽っていうかすごかったですね、あの時ね。やっぱりリルムが目の前で死んじゃったわけなのでね。実は死んでなかったんだけど、サラは死んだと思ってたわけだから、ずっと長い間ね、苦しみ抜いてたんだよね。それがサラを魔物化してしまったさせてしまった原因であるんだけど、それを解放してあげたクックとマックのね歌によってね、その歌はリルムが作った歌だったんですね。サラ落ち着いて、あいつが悲しみの塊ならここで打ち砕いちゃえばいいのよと、いうことですね。前は打ち砕くっていうよりも歌で解放してあげたけど、今回は単純に戦うのかな。僕も手伝うよね、カイム。ほらこうやってね4人いるんだよだからね、これでいきなりバトル画面になった時にさ、バトルが始まった時にさ、ヤンセンとかさセスとかいたらなんかちょっと変じゃんだからどうしても使いたかった、クックとマックはね。もちろんだ。ありがとうみんな。よし行くわよ。そしてパート60でもねこれ見ましたけど、こういう感じね。もう組んでやるんで、じゃあこのまま押してやりましょうかね。さあやろう。今ならいける。今ならいけるか。
どうかな。さあやりましょう。まずはこれね、ペルソナ12780。まあこのゲーム通して1万超えは全く甘く見れませんね。厳しいですよ。それからスティールドロップがセド専用の銃ですね。風ね。なので火が弱点と。で特性はなしっていうことですね。さてじゃあやるんですが、まずね、何が来るか分かんない。ダークネス、フォーセス、デス、どれかが飛んできますが、どれが飛んできてもクックは死んでしまう。なので、ただですね、唯一、デスと、そうだな、フォーセスは間に合うかな。多少ね、クックが早く動ける時がある。なので、ちょっとこれ入れ替えようかな。あ、これね、全員ね、これ、ごめんなさい、装備説明するの忘れたな。通常者3人は、この白煙っていうのかな。白煙のろうそくをつけてあります。これ暗黒を無効化するやつですね。だから、セドとマックにもつけてあります。で、これつけてようがつけてまいが、どっちにしても死んでしまうので、これちょっと入れ替えて、唯一ね、早く動けそうなのはね、この3つはかけます。それからジャミングもかけます。黒魔法の。どれが唯一早く動けそうなのがあるかって言ったらこれなんだよね。しかも、こういうのを選択してしまうと、死んでしまった時に、他の人間がかけられなくなってしまうのでね、2人選択するのもおかしな話なんで、だからどれが、かけられそうで唯一ね、しかもかけなくてもなんとかなるっていうようなやつを選ぶか、もう防御するかっていう感じなんだよね。防御しても意味ないけど。なので、これをかけます。もしかかんなくても大丈夫。また誰かがかける。しょうがないから。で、あとこっちなんだけど、これはまず強化していきます。いつもの、これはしないで、まあちょっと状況によるけど、しないで、今んとこまずはパワードリンクを自分に。それから連続アイテムが入ってるんで、もう一つをセドに。そして、サラはですね、スローン。特殊技発動時間を遅くする。これは表裏のことですね。多分ね。表裏を遅くするってことですね。じゃないと結構頻繁に使われてしまいます。それは本当にたまったもんじゃない。攻撃したら吸収され、で、またひっくり返され、攻撃したら吸収され、どっちなんだよと、魔法物理どっちで攻撃したらいいんだよみたいになっちゃうんで、これは重要。それから、ここで何するかって言ったら、コンブレイクですね。これを弱点属性ダウン。これをかけないとしょうがないので、かけます。で、前にもどっかの動画で言ったかもしれませんが、特性属性2つどちらか 50% の確率で、攻撃力をアップさせる技なんですよ。ただし特性が今これないのでね、ペルソナはだから 100%、非属性がアップされます。なので非属性攻撃がね、そういう点は楽。2つあると大変。なんでかっていうと装備で組んでるからなんですよ。今何やった？間違えてない？話してて。今ないのか。これね。例えばこれなのよ。非属性レベル2。今これ水だけど。でこういうの組んじゃってるから、せっかくね、下げても 50% の確率で特性の方をのダメージが上がってしまう場合もあるので、そうすると特性だとまたこれほら、例えば硬質キラーとか、なんかね、かもしれないじゃないですか。それでね、そう、これをやる。ただ、もしフォーセスだったら、フォーセスに反応してしまうんで、次のターンにやってくるデスは、もう何をやっても絶対に防げない。ってことになります。もう賭けだよね。とりあえず賭けます。これでとりあえず、フォーセスと、デスは防げます。どっちかはね。戦闘中1回しか使えないから。でダークネスになんでダークネスが属性2つあるって分かったかっていうと、
この魔封じをやっててもダークネスが防げなかったからです。おかしいだろって思ったんですよ。魔法を無効化しますって書いてあるのに、なんでダークネスは防げないんだと。もうダークネスってさ、もう見るからにさ、魔法っぽいのね。もう完全にもう魔法だと思ってた。さてこれね、間違えてないんだろうな、いろいろ。あ、これデスだ。よし、この順番はデスだ。これラッキーですね。この順番はデスだ。絶対にデスだ。デスが飛んでくる。ラッキー、これで防げた。だから2回目のデスが来るまでに倒さなきゃなんない。これのことですね。非属性ダメージアップですね、やっぱり。よし、これで防げた。オッケー。で次はダークネスが飛んできます。次はダークネスが飛んでくるんですが、どうせ死んでしまうんだよな。どうせ死んでしまうので、やることを、でもやつより早く動けるかな。そのダークネスの後がホーセスなんだけど、それをこれで防ぎたいんだけど、防げないんだよね。なぜかね。軽減はできてるみたいなんだ。そっか。何も無効化するとは書いてないもんな。まあそうだよな。そうだな。どうしようかな。ラッキーだったな。まさかデスだと思わなかった。どうしようか。何やっても次のダークネスの方が早いはずなんだよな。こいつのペルソナの方の行動の方が早いので、そうだよな。どうせ死ぬんだよな。だったらこれにしよう。次のフォーセスのことを考えて。これ死なれたら移動できないのでね。また面倒なので。これでいいや。ちょっと待て。死んだら隊列変更ってできないのかな。そうだよな。そうか。そうか。そんな場面ってあんまり他でないから気づかなかったよ。そっか。死んだら隊列変更できないのか。多分、やったことないけど。じゃあできないことを見越して、これつけてても意味ないけど、なんかやつより早く動けそうなの、ないかな。これのどこかな。次セドね、連続アイテムで、これと、そっか、これとこれかけてあげるんだな。そっか、じゃあどうしよう。じゃあいいや、防御で。じゃあ、これはもう早速攻撃。少しでもね。で、今度こっちは、ジャミングを使うのと、それか、そっか、ちょっと待って。ジャミングを使うのと、そっか、じゃあもうファスダも使う必要なくなったんだな。もし最初がデスじゃなければ、ファスダをちょっと今詳しく言えないけど、ファスダをね、セドに使おうと思ってたんだ。じゃないと、絶対に、なんか知らないけど、セドが、ペルソナの後になっちゃうんだよね。ごめんなさい、何言ってるかわからないかもしれないんですけど、ごめんなさい。とにかくそういうことしようと思ってたんですけど。じゃあこれを自分に、パワーヒットどっちにしても使うときに、絶対にペルソナより後になってしまうので、さて、じゃあこれも攻撃しようか。次、ダークネスなんてこれ変えられないんだよな、これに。じゃあちょっと待て。少しでも攻撃。外せばいいか。何してたんだっけ、今。これを自分にして、で、これを、こうしよう。さっき言ったのこれね。非属性に、ダメージアップに、クリティカルアップに。もう一個作ればよかったんだけど、めんどくさくてさ、作りませんでした。2つあればいいかと思って。さてと、なんか、クックやることなかったかな。とにかく次はダークネスで、死んでしまいます。クックはね。ダメだった。そんな。ダメ？嘘。腕がないからダークネスね。で、次フォーセス。そこでまた死んでしまう。そっか。隊列変更しなきゃいけないんだ。バカだな。間違えちゃったよ。そっか。隊列変更誰かセドとかにさせとけばよかった。
ミスしましたね。まあ攻撃と、2000いくつぐらいいきます。パーフェクト入ればね。それからあともうこれやることないから生き返らせます。そうすればクックにフォーセスが飛んでくるかもしれないのでね。そうするとまた死んでしまいますが。あ、そうか、これも連続アイテム入ってんのか。まあでも意味はないな。皆無でもいいんだけど、これをね、パワーヒット使う前提で。ただ、どっちにしても、またダークネスが飛んできた時に、まあ今度裏の時にダークネス使うんだけど、その時にまた MD がなくなってしまうので、意味がないので、次へでいいか。じゃあこれを、あ、そっか、ちょっと待って。クックは、マックか。マックはそうだ。今攻撃しても大して攻撃力にならないから、じゃあこれを自分にかけよう。そして、あ、そっか、さっき間違えたな、精度。ちょっと待って。しまった。じゃあ、せめてケロノンにするか。あんまり威力入らないな。そっか、間違えちゃったよ。じゃあ、これ、これのがいいよな。あ、今ダークネス来たから変えよう。じゃあダークネス来たから、ちょっと待って、戦うで一回。これを、あ、そっか、パワーバンドにしてないのか。そっか、じゃあ、これを、こうして、じゃあ、ちょっと待って、もう一回。これをこうして、一回戻って、これを、ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと待てよ。そういえばこれやってたか。だよな、やってなかったよな。よし、これで、これをこうして、そうだ、さっきこれやんなきゃいけなかったんだよ。失敗したな。こうして、これすればマックはフルな状態でパワーヒット打てるはず。こっちの方が早いから。アイテム使う方が。さて、フォーセスが誰に飛んでくるかだな。クックだったらありがたい。クックには悪いけど。あるいはセスかカイムでもいい。執念が入ってるから。よし、1600か。まだか。よし。あ、表裏あれフォーセス使わないの？そうか、フォーセス使わない時もそういえばあるんだな。そうか。うまく言えないんですけど、さっき言ったみたいにダークネス、フォーセスです。それをね、絶対やって来るんですよ、ほぼね。スローンを使った場合には。だけど、今みたいに2つしか使わない時がある。ただしですよ。ダークネススタートだと、さっきデススタートだったけど、ダークネススタートだと、絶対に3回使ってきます。ダークネス、フォーセス、デスの順番で。順番も決まってるんですよ。で、今の場合はデス使った後にダークネスでしたね。で、フォーセスまで使う予定なんだけど、使わなかったな。ということは、表裏を使う回転がちょっと早いかもしれないな。次ダークネスが飛んでくる。ちょっと待って、多分ね、ゼストーンが飛んでくるはず。多分だけど。それがシャイラスなんだけど。どうかな。ちょっと待って。まあ、ストーンになってもいいか。ストーンになってもいいかな。使えるかな。ちょっと待てよ。どうしようかな。今、物理攻撃はもう効かないんですよね。裏だから。なので、ダークネスも飛んでくるかもしれないから、これ意味ないし、これを、まあ、クックにしたところで、ダークネスだと死んでしまうが、
多分次ゼストーンだと思う。ダメージなしの全体石化攻撃で、その次にシャイラスが多分飛んでくるので、そうすると全体暗闇攻撃プラスダメージ付き。シャイラスの場合はなんとか防げるかもしれない。ヒールポット投げとけば。さてと、あとなんかさらにでも使っとく。ちょっと待って、そうか、これ変えてなかったか。やばい。やばい。よし。これはもう攻撃する。900ぐらいしかいかないけど。だからマインデスを使っときたかった。あれはないよな。魔法攻撃がスピードが速くなるのはないんだよね。ないんだよな。これでもかけておいてあげるか、じゃあ。まあ死んじゃうけどな。よし、じゃあ多分だけど、多分シャイラスじゃないと思うんだけど。まあこれよりは、どっちよりは、あ、そうか、これダメなんだ。だからこれはランダムなんだ。これもね、本当この説明はダメですね。制作者読んで文句言いたいぐらい。これね、ランダムで状態異常を回避するんですよ。眠りとか毒とか石化とかランダムなんですよ。本当にこの文章ダメだね。やることがない。それか、これを使ってもいいけど、あんまり入らないけど。入らないとかケロロンだから1なんだけど、もし表裏でひっくり返された時に1ならダメージが少ないな。吸収されても1しか入らないやつだから。まあたまに発動して威力入っちゃう場合があるが、これやることないな。さて、これでいいかな。あ、シャイラス、もうまずこういうことですよ、さっき言ったの。これでね、吸収されちゃった。なんでそんな早い？多分1のはず。たまに発動するけど。よし、 OK。 これなら影響少ない。嘘だろ、1回はできると思ってたよ。GC を回復させたいっていうのもあるんだよね。だからっていう感じ。じゃあさて、じゃあ本来の目的っていうか、白魔導士としての、まあ自分でもやっとくか。まああんま意味ないけど、さらにしとこう。さて、じゃあこれは攻撃と、それからそうだな、まあ防御しててもいいんだけどね。さて、パワーヒット使うんだが、次ダークネスの可能性もあるよな。多分にあるよな。じゃあこれで、それからこれでクックのそっか、何飛んできたって結局クックは死んでしまうんだから回復しても意味、でも今バックだな。そっか、じゃあじゃあそうだな、これでいいか。少しでも多分ダークネスだと思うんだが、それがフォーセスだな。よし、あんまいかないけど、よし2500、1500、1400か。そうか、パワーバングル抜いたからか。やっぱフォーセス。じゃあ誰か死んだな。全面なら平気。よし、おお、吸収だ。吸収ですね。今のは魔法吸収が入れてたからね。ああいうこともフォーセスはあります。でも当たっても HP1 では生き残る。今のはラッキーだったな。
ってことは次デスじゃないだろうな。また参ったな。ですかな、まさか。うまくいけばデス使われる前に倒せる。デスは行動順が遅いから。じゃこれの方が念のためにいいかな。もし表裏使われたら。でも多分ファスダが入ってるからやつより早く動けるはず。この3人は早く動けるはず。よし、多分デスだな、あの位置。よし、ダメ、もう一回。よし、これで勝ててたか。オッケー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 、うまくいったな。ダークネス飛んでこなかったな。どうも問題。よし、オッケー。でね、もちろんセドがいるから、SP2 倍、入手ゴールド2倍になってますといったことですね。だから本来は10ポイント1番ゴールドということですね。さあ、裏で何回も戦いましたって言いましたが、この後は見てない。だから見たい。見ていきましょう。Okay. Okay. Okay. Like taking candy from a baby.
あ、ごめんなさい。それとね、先に言おう忘れちゃうから、いつも。よく今思い出したな。いつも忘れちゃうのに。こういうことがあるって知らないから、思わずね、こういうことになっちゃったんですよ。倒した瞬間、これ。こういうことになっちゃったのよ。あ、これあれだね。あれ、あ、そっか。セドが死んでるからか。さっき言った10ポイント1万ゴールド、こういうことですね。セドが死んでるから働かなかったんですね。SP2 倍もゴールド2倍も。まあ、とにかく、ああいう実績が入っちゃったのよ。まさかさ、知らないもんだって、いちいち実績なんか確認してないから。一応こういうのが、裏でいろいろ戦ってる時に、取れちゃいました。まだ検証段階だね。HP もみんな、あんなざまになっちゃってんだね。死んで。ペルソナ討伐っていう実績ですね。ということでした。じゃあ見ていきましょう。これサラの探してたノート。最初の言葉のやつですね、ノートね。そっか、これボイスないんだ、これも。残念だね。サラのノート。サラのノートとかいうアクセサリーなの？これだわ。これ歌っていうか詩がいっぱい書いてあるの？魔物が持ってた魔物が持ってたの？道理で見つからないわけだ。じゃあ特にこう表現されてないけど、一応探してたってことなの？だってこの部屋に入った瞬間さ、戦いが始まったから、それからこの机とかをゴソゴソやりながら探すんじゃないんだ。持ってたんだ。じゃあ見つかんないよ、そりゃ。探してたとしてもね。ひょっとしたらこのノートに込められた思いが、そういうこと？このノートに込められた思いが魔物を引き寄せたのかもね。見つかってよかったな、サラ。そうだね。ありがとう、みんな。音楽は寂しいけどさ、 BGM が。これだけ？こういうことだけ？じゃあ本当にサブイベントっていうか、戦わなくてもいいって感じか。いや、戦わなくていいって、メインストーリーじゃないからってことか。でも、サラノとリヌムのことだから、ねえ、ボイスがあってもいいじゃないか。何？非属性のダメージ吸収？すげえ。あれ？じゃああれとどう違うの？これと。これ無効化か。なるほどね。ちょっと待って。こういうことか。素晴らしい。じゃあ何4属性吸収するのもあるの？他に。水、風、土。すげえな。吸収、向こうもすごいんだよ。向こうもすごいんだけど、吸収はさらにすごいな。向こうは、他にもあるのよ。例えばこれなんかさ、軽減じゃん。軽減も4つあるのよ。で、向こうも4つあるよな、確かな。ちょっと今パッて、こういうやつね。こういうやつね。4つっていうか3つしかないんだよ、今。これね。あと、あれが手に入ってないんだ、土が。これもあるのかね。なるほどね。でね、パート60で来た時にさ、パート60見てもらえばあれなんだけど、これをさ、探しに来たのよ。これ。そしたら、今のイベントがあったんだよね。これ。サラの贈り物。トレハンメモ。それどこにあったかっていうと、パート60でも取ったよね。ちょっと待って、雑魚が出てくると、ここにあったんだよね。ここね。ちょっとあんまり動き回ったり、時間が経つと。よし、OK。で、今ね、メインストーリーの進捗で言えば、まだここに行けてないんだね。
というわけで、今回はここまでにしときましょう。では、とにかくこういうことでした。ペルソナってやつね。なかなか面白いやつでしたね。そういえばさっきとんでもなかったね。ゼストーンもシャイラスも珍しいよな。表裏をすぐ使われて。なんでだろうな。そんなすぐね、表裏ってね、使わないんだけどな。まあ、ダメージはないよ。表裏を使うってことは、そのターン、奴は、その表裏っていう技で一旦無駄にしてるわけなので、得なんだけど、だけどこっちの攻撃が困っちゃうじゃん。さっきみたいに吸収されちゃうから。だからいつまで経っても倒せないみたいになっちゃうのよ。下手するとね、極端なこと言えば、吸収ばっかされて。ダメージは食らないけど、倒せないんじゃ意味ないからさ。まあ、ちょっとお見せすることはできませんでしたけど、ゼストーン、シャイラス、その対策もしとかなければならないですね。まあ、しましたけどね。してやりましたけど。だから、それを読んで、その都度、アクセサリーを変えながらずっと戦ってました。Okay. Okay.
Control finish. 今のさっきのパターンの方がもうかなり稀ですね。やっぱり一度ひっくり返ったら、表から裏、裏から表にひっくり返ったらある程度それ居座るんですよ。2ターン、最低でも2ターンぐらいは。それなのにすぐ表裏使ってきましたね。まあラッキーだった。ではこんな感じです。では今回もご視聴いただきありがとうございました。ジラディでした。じゃあね。